こんばんは。トヨタイムズスポーツ三好奈穂です。今週もパラリンピック開催中のパリの時差に合わせて日本時間午後7時スタートです。よろしくお願いします。いつものメインキャスター森田さんはパリで取材をしてくれているので後ほどパリとつないでレポートをお届けします。スタジオから私と一緒に番組を進めてくれるアスリートキャスターは今年3月で現役を引退、現在キャスター生活まっしぐら、ビーチバレーボール部 OG、そして元日本代表の溝江紗也香さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なんか女子と女子でトヨタイムズスポーツするの初めてらしくって、はい、女子ダブルスではい頑張っちゃいましょう。じゃあなんかペア競技らしくペアの名前募集します。いいですね。いいですか。ちょっと皆さん私たちよくあるじゃないですか、ダブルスで名前使ってなんとかなんとかペアみたいなね、はい、なんかそういう感じでちょっと皆さんいい募集名前、はい、ちょっと、はい、いい感じで、はい、コメントをコメントでどしどし応募お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとここね、女子同士でいい感じで森田さんがここ奪われるんじゃないかみたいな、はい、プレッシャーかけられるぐらいそうですね、今日いい番組お送りしていきたいので一緒に頑張っていきましょう。はい、いいコンビネーションでいきましょう。頑張ります。森田さん、見ててくださいね。頑張りますよ。では早速最初に溝江さんからビーチバレーボールの話題をお願いします。はい、嬉しいニュースです。ジャパンビーチバレーボールツアー2024第5戦マイナビ青森大会でトヨタのビーチバレーボール部の選手が男女とも優勝しました。はい、丸木選手は2021年第5戦都城大会以来、肩の怪我以来のジャパンツアー優勝、橋本選手は昨シーズン9戦以来の優勝です。2人からメッセージが届いております。今シーズンの初戦青森大会優勝しました。応援ありがとうございました。次は名古屋大会優勝できるように頑張りますので引き続き応援よろしくお願いします。名古屋大会遊びに来てください。ジャパンツアー2戦目、青森大会、優勝することができました。3年ぶりの優勝となります。名古屋大会は白鳥さんとになりますが、一緒に力を合わせて頑張りたいと思います。ぜひ遊びに来てください。なんか丸木選手ずっとなんか出たいみたいな感じで見切れてませんでした？なんかもう出たい感じが待ちきれないみたいな感じで出てましたね。そう可愛かったね。2人からも名古屋大会来てくださいってありましたけど。はい、そうですね。9月20日金曜日が予選、21日土曜日1回戦、22日日曜日が準決勝と決勝、会場は名城公園隣ので、名古屋大会が開催されます。観戦無料ですので、応援よろしくお願いします。ぜひ来てください。皆さんよろしくお願いします。でですね、以前番組でも紹介をしたんですけれども、丸木選手は溝江さんの旦那さんですよね。はい、そうですね。この何ですか、結果とか予定で丸木選手っていうのはどういうお気持ちなんですか？いや、はい、ちょっと不思議な感じというか、私も、はい、実は丸木なので、はい、ちょっと恥ずかしいんですけど。そうですよね、はい、名字丸木です。ちなみに何て呼び合ってるんですか？突っ込んじゃいます？そういうの好きだから。はい、丸木ナシムっていうナシムが下の名前なんで、はい、下の名前で呼んで。やめてください。リハになかったのにそういうこと言うのやめてください。でナシム君からこう試合終わって連絡が来たり。はい、もう試合ごとに勝ったよ負けたよっていう連絡は、はい、今回なんか来ました？そうですね、やっと優勝したっていうのとお米ゲットしたよっていう連絡が大事。お米ね、やっぱね、旦那さんがお米持って帰ってくれるの最高ですよね。優勝の副賞がお米っていうことでちょっと、はい、家計助かるなっていう。いや、いい旦那さんね。丸木選手は、その選手もおめでとうございました。で、丸木選手はそのまま次の試合で海外にいるんですか？そうなんです。青森から家に帰ることなくそのまま昨日開幕した中国での大会に出場しています。またブラジルで開催されている大会には
足立水町ペアも出場していて、こちらは33位でした。そうですね、ちょっとビーチバレーボール世界でも熱い戦いが行われているんですが、続いてお送りするこちらも熱いです。凱旋門についているパラリンピックのロゴマーク、こちらですね、スリーアギトス、もうこの絵にも見慣れたと思いますが、この姿を見られるのもあと少しです。いよいよ大詰めです。今日の特集はこちら、パリの火は燃えている、パリ2024パラリンピッククライマックス。すごい、めちゃくちゃ盛り上がってますね。はい、もう熱が伝わってきますいや、こんなにパラリンピックが面白いと思わなかったです。もう毎日楽しい思いさせてもらっているんですけど、本当にこうなんでしょう、障害のことをこう忘れて激しい戦いだったり、こう見慣れないいつも見ない競技だったりも見れて、こう毎日興奮させてもらってます。で、最終日のあさって日曜日まで楽しむためにも押さえておきたいポイントをちょっとチェックしたいと思います。改めて毎日寝不足が楽しい三好奈穂です。そして私も寝不足、水江さやかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水江さんはパラ競技でいくと去年のサマーキャンプで車椅子バスケットボールをやられたんですかね。はい、そうですね、初めて車椅子バスケを体験させてもらいました。どうでした？いや、結構イメージでは簡単にこうキュッキュッていけるかなと思ったんですけど、難しかったですね。このね、お子さんたちと一緒にやったのどんなことやったんですか？本当にバスケットボールの試合？子どもたちに混ざって、スラロームの競争したりとか、バスケットを一緒にやりました。こう一番難しかったところでいくとどんなところでした？チェアワークですね。ボールもらうと一回手離したりとかするし、そうするとこうまっすぐ進めなかったりとか、あと力があるんでいけると思うんですけど、逆にスリップしちゃったりとか。いや、そう、私もね車椅子バスケットボールやったことあるんですけど、思ったように動かないですよね。そう、あそこに行きたいのに、でもボール持ってるとこううまく進めないって感じ。そうめちゃくちゃ難しいんですけど、今回、ね、パリのパラリンピックも見られてます？はい、見てます。なんか一番こう、面白いなと思った競技とかありましたか？印象に残ってるのはバドミントン、特に車椅子バドミントンで、はい、実際私も体験してみて、この難しさっていうのが分かってる中で、この選手たちが前後のチェアワークがすごい切り返しが早いのと、あとこれ写真で見えるか分かんないんですけど、背もたれがなくて、この感じで背もたれがなくて、後ろの羽をすごいもうーって反って倒れちゃうんじゃないかぐらいまで反って取ったりしてるのを見て、いや体幹強いなと。いや、そうですよね。これだけ反ってでスマッシュ打ってくって分かるよね。こう戻ってくるの絶対大変。無理本当にこの体幹がすごいスポーツですよね。GTTA もね、いろんなこう3人ダイハツの選手で活躍している選手もいたりとか、本当にこう見応えがあるスポーツだなと。本当に面白いんですよね。はい、今度どうです？パラバドミントンの取材とか行ってみるとかは？行きたいですね。なんか番組で言うと行かしてくれるって聞いたんで。そうなんですよ。そうなんですよ。はい、結構私もいろいろ今回そのパリの取材も1年前にやりたいっていう風に言ったらこう実現して実際オリンピックも行かせてもらったりだとか取材できたので、ぜひカメラに向かって水井さん言っちゃってください。パラバドミントンの取材行きたいのでぜひよろしくお願いします。行かせてください。はい、これだけ可愛かったら絶対行かせてくれますはい、こんな感じでもうパラスポーツの沼にはまりつつある水井さんです。
さあそれでは今日のメニューはこちら、最終日のマラソンコースがすごい、パリ中継森田京之介の登場シーンにも注目、注目の GTTA 対決はどうなった、結果&予定です。いや今日も盛りだくさんですけど、まず一つ目が最終日のマラソンコースがすごいということで、いやもうコース図見るだけですごい感じしますよね。こんなにオリンピックの時はパリ視聴者前をスタートにして、住んでて、この地図の左側の外にある、ベルサイユ宮殿で折り返しをしてアンバリットにゴールをしました。でパラリンピックのマラソンもゴールはアンバリットなんですが、スタートの場所が全然違うんですよね。多分溝江さんお願いしてもいいですか。はい、ここです。ジョルジュ・バルボンヌ公園、パリ市郊外になります。この公園の中の周回コースを走ってから街へ出ます。この辺ちょっと郊外っていう感じです。序盤は比較的直線に近い道が続きます。この辺り前の選手をうまく風よけにしたり駆け引きが見どころですね。なるほど。20キロ地点が近づくとサンドニ大聖堂周辺、観光地ならではのにぎわいを見せます。陸上競技が行われているスタッド・ド・フランスの横を通過すると運河沿いの道を走ります。ここ大変です。おーすごい。後で詳しく紹介します。覚えておいてください。はい。その後は見てください。カーブ連続のテクニカルゾーン。難しそうですね。めちゃくちゃ減速加速の繰り返しがレーサーたちを苦しめます。うわひどいひどい最後の山場はシャンゼリゼ大通り、コンコルド広場と凱旋門を結ぶおよそ2キロの通り、世界で最も美しい通りとも言われるシャンゼリゼ通りですが、パリ2024パラリンピックでは車椅子のランナーたちを待ち受ける終盤の難所となります。ありがとうございます。いやこんなにカーブの多いマラソンコースあんまり見たことないですよね。本当疲れそうですよね。で今ね溝江さんが説明してくださいましたけど、実は映像もあるんですよ。このコースを事前に走った人がいます。こちらそう我らの森田さんです森田さん自転車で、走りました、いや森田さん自転車かって思うけど 42.195 キロはすごい大変だったと思います。そうね、自転車走りじゃないんだって、はいちょっと思ったけど、でも自転車でもね大変いやもうなんで、絶対森田さんが体を張って撮影してくれた映像ダイジェストでご覧ください。多分コース図を見ただけじゃわからない罠がたくさんあると思います。車椅子マラソンのコースを私走ります。木漏れ日が気持ちよく走れる公園を出ました。まだここはちゃんとね路面は整備されてて走りやすいですよ。あ、出ましたよ。1個目の石畳だ。これだ。うわ、すごい。これは車椅子レーサーにはかなり応えそうですね。ここを右に曲がるとこの後はここ5キロほど長い直線が続きます。多少の高低差があります。ここはちょっと急な上り坂、ホテルがあったり飲食店があったり活気がある感じになりましたね。これです。サンドニ大聖堂、美しい、すごい街並みです。急にサンドニ大聖堂の外は賑やか。あ、そして運河が見えてきました。ここが半分です。半分、やっと半分。石畳が大丈夫か。カメラ待ってください。カメラがずれました。この辺りはでもだいぶくねくね細い道を結構曲がりますね。明らかにパリ市内に入ってきたって感じしますね。景色がね変わった。またここは結構な難所になりそうです。カメラがまずい。大丈夫か。ここはでもめちゃくちゃ美しいですね。サンマルタン運河、これがオペラ座か。ちょっとこの辺はも
雰囲気がすごいな。シャンゼリゼ通りの向こうに凱旋門が、そして下は石畳。もうちょっと30個以上上は数えられない。こうずっとシャンゼリゼは石畳なんじゃないですか。シャンゼリゼ通りを今度は下ります。ここが 42.195 キロのゴール地点。着いたいやー、森田さんやりきってくれましたよ。そう大変でしたよね、きっとね。大変そうだった。だって石畳のコースなんてあんなにガタガタになるんですね。もう森田さんブレブレでしたもんね。本当にもうブレブレ、こんなに揺れるんだってやっぱ普段こう選手たちが漕いでるとか走ってるとなんかこう普通にスーって行けたりもしてるから大変、まあ普通に見えちゃってるけど、これだけ大変な場所を走るんだって、実際森田さんが走ってくれたからこそガタガタが伝わるっていうか、大変そうだなっていうのが、いや、はい、本当にね、森田さんありがとうございますなんですが、なんかでもちょっとすごい観光みたいではなかったですか？大丈夫？そう、観もう光サイクリングみたいな。青空をバックにそうなんかかっこいいサングラスしてなんか楽しそうだなと思いました。そう、楽しそうだった。なんか絶対大丈夫かな、電動自転車とかじゃないよね。あ、ちょっと楽。ちょっと後でちょっとそこも確認しとこっかな、大丈夫かなでもね、森田さんがこれだけ走ってくださったおかげで、本当に溝井さんもおっしゃってましたけど、選手の大変さだったり凄さっていうのを分かれたので、もう本当にありがとうございます。森田さん 42.195 キロ頑張りました。本当にすごい。ありありがとうございます。がとうございます。ではちょっとその皆さんをまたお待ちかねの森田さんにつなぎたいと思います。特集テーマその2、中継です。森田さんは今日どこにいるかというとこちらになります。車いすテニスの会場、星印ですね、ローランギャロスにいます。で、開会式の会場となったコンコルド広場から地下鉄で20分ぐらいのところにあります。今森田さんここにいてくれてるんですが、先週の放送で私が森田さんが普通に登場したので、そうね、宿題をどういうふうに、そう来週の、ね、時にはもっと面白い出方をしてくれないかなって言って、おそらく多分この1週間森田さんそれですごいそわそわしてたかなと思います。多分今も本当に私たちすごく楽しみなんですが、ちょっとどんな登場の仕方してくれるのか、じゃあ温めているであろう森田さんをじゃあ一緒に呼びましょうか。はい、お願いします。せーの、森田さん。ボンジュール金メダルたくさんゲットしました。めっちゃめっちゃ森田さん頑張ってる。疲れる首が疲れますね。重い？私金メダルをですね7個取ったではなくて目撃しました。もう7個も見たんですか？ GTA が7個も見たんですよ、三好さん。すごい。羨ましい。そんなすごいでしょ。すごい。そんなにかけてたら重くないですか？いや、もう首がさっきから疲れちゃって早く呼んでくれと思ってましたよ。ごめんなさい。で、追加でさっき VTR 見てて、これ自分も金メダルだなと思って8個目後でかけときます。森田さんの金メダル。でもそうちょっと私も重いメダル持ってきてた。何？そういうのはないんじゃない？それは本物。これ私が取ったメダル。けどでも森田さんそれ出されたらもう返す言葉があります。森田さんね、偽物のおもちゃの金メダル。でも金だから私銀だからちょっとすいません、銀なんでちょっと金には負けます。三好さん、僕がいない間に性格悪くなった。ごめんなさい。でもすごいめっちゃ面白かったです。
本当にですね、走り幅跳びフルール・ヨング選手とか、フランスのアレクシャ・アンカンコン選手のパラトライアスロンとか金メダルの瞬間をね7回も目撃することができて、私は幸せでございます。今日の中継ではその幸せをですねたくさん伝えたいと思うんですが、ちょっとこれマイクに当たると音がブレちゃうんで、一旦金メダルですね、はい、いやありがとうございまモードをした。切り替えて、ね、しっかりとお届けします、はいでマラソンコース見てくれましたね。はい見ました、はいめっちゃすごいありがとうございます。すごいですね。あの距離走ったらやっぱり大変でしたよね。あれついて3日目飛ばしすぎちゃいましたよ最初から早いじゃないですか。早いタイミングで。ちなみに何時間ぐらいかかったんですか？昼11時半に出てゴールに着いたのが5時半だったので6時間ですね、まあ、途中もちろん昼休憩とか挟みましたけど、すごい。いやなかなか大変ですよね。いや、はいだってもちろんね電動アシスト自転車じゃないですもんね。そうそう、もちろん電動アシストで、すごいぐんぐん背中を押してもらって6時間走りました。いやでもそれでそりゃそうでしょまあそうですね。でもそれでもやっぱ大変ですよね、あれだけガタガタすると。いや想像以上でしたね。鈴木選手から何度も何度も石畳っていうのは聞いてたんですけど、あそこまで車体というか、まあ、僕の場合自転車ですけど、自転車にこう負荷が来るのか、なんかね頭が痛くなるぐらいに脳が揺れる感じ、だから鈴木朋樹選手レーサーに乗るとなるとよりこうレーサーへの負荷、そして体への負荷もあるんじゃないかなっていうのを体感しましたね。いや本当にコースの大変さがすごいよく分かりました。はい、非常に大変だったし、まあ、本当テクニカルなコースだとかなんとかとかいろいろ私素人の意見でいろいろVTR の中で言いましたけど、今日はトヨタイムズスポーツの中継さらに深い詳細な情報をお届けするべく秘密兵器となる人を用意しました。お誰？ゲストです。スペシャルゲストお願いします。こんにちは。こんにちは。橋本博樹さんです。はい、よろしくお願いします。鈴木選手のレーサー車椅子の開発をやっています橋本博樹です。よろしくお願いしそう今ます。ご自身から紹介がありましたけれども、橋本さんは車椅子レーサーを作ってる人で、橋本さんが昨日実際に同じことをやってくれたと聞いてます。そうですね。森田さん晴れの時に走ってましたけど、僕土砂降りでごめんなさい42.195キロ走ってきました。さあ聞きましょうよ。車椅子レーサーを作った人から見て今回のこのパリの車椅子マラソンのコースっていうのはどうですか？そうですね。最初から長い直線あり、コーナーあり、そして最後は石畳の長い、シャンデリゼ通りがありで、とても攻めがいのある仕掛けがいのあるコースだと思います。いや聞きました、この橋本さんのポジティブな表現。大変だじゃなくて仕掛けがいのあるコースだから鈴木選手がどこで仕掛けるか楽しみにしててくれってことですね。そういうことですね。でまあ個人的には結構いろいろ大変難所も多いなって気がしたんですけど、そこについては橋本さんどうでしょう？大変なところ。そうですね。最初の直線は多分持久力の選手がどんどん後ろを引き離そうとしてくるでしょうし、はいはい、途中のサンドイン大聖堂から先はすごいテクニカルなコースというところで、特にパワー系の選手、例えばアメリカとかイギリスの選手が多分加速するときに多いです。で最後のシャンデリゼのところはもうみんながもう必死にもがいて石畳を多分登って最後折り返して下ってくると思うので、もうとても面白いレースになると思います。今だからそのパワー系と持久系って話がありました。鈴木選手はどっちなんですか？基本的にオールマイティーに走れる選手ですので、どこでも見どころがあると思います。じゃあ走ってみた感想として鈴木選手には、大変だけどそんな悪くない、いいと思います。いい、はい、これは期待できる話が聞けましたね。で出てきましたシャンゼリゼ石畳。この石畳が一つ鍵だということだったんですけど、石畳あれだけの振動が来ましたけど車椅子レーサーは大丈夫でしょうか？もちろん僕らの車はしっかりと強設計をして丈夫に作ってありますので大丈夫だと思います。そしてシャンデリゼを、U ターンしてきた時下りで一番進化を発揮すると思いますので、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。下りであれだって結構長い下り坂でずっと石畳なんで、
私結構こうガタガタガタって言ってあんまスピードも出ないんじゃないかなと思ったんですけど、そんなことない。そうですね、今回の、レーサー車椅子全部カーボンで作ってきましたけれども、乗り味、振動をなるべく抑える乗り味と、直進性ですね、速度が伸びていくような設計してますので、ぜひ期待できると思います。車椅子レーサーは単純計算をするとこのマラソンにおいては平均時速が大体32キロぐらいと言われてますけど、シャンゼリゼ何キロぐらいで出ます？70キロぐらいは出てかっ飛んでいくんじゃないかな。 70！ これめちゃくちゃ楽しみになりますね。シャンゼリゼを70キロで滑走する車椅子レーサーめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。なのでそのライバルと競っているところをぜひ見たいので、ぜひそこまではですね、鈴木選手にはトップで食らいついていってほしいですね。なんか鈴木選手とこっち来てコミュニケーションを取りました？そうですね、やっぱり選手はこっちに来るとすごく集中力を高めていくので、あんまり直接的な会話っていうのはしてません。なので文章でチャットですとかメールのやり取りで下見したらこうだったよとか、もうすぐだねっていうような会話を今しています。いやーでもね、私なんかはもう純粋にもう鈴木朋樹頑張れと、もうめちゃくちゃ応援するぜって感じなんですけど、ちょっとまた違いそうですね。そうですね、エンジニアの立場からすると毎度毎度レースの時は胃がキリキリするんですよ無事に帰ってきてくれるか、もちろん一番で帰ってきてほしいんですけれども、何よりですね、ちゃんと無事にゴールまで帰ってきてくれることを望んでいます。でも橋本さんもね、この東京パラリンピックの後3年間思いを注いできたものがついにこの本番の舞台で走る、今どんな気持ちですか？ワクワク、もうやってしまえっていう感じで、やってしまえ、そうですよ。もう今までワンチームでやってきましたので、もう僕らは全力を尽くしましたので、あとはもう鈴木さんに頑張っていただきたいというふうに思っています。本当チーム鈴木朋樹で戦ってきた、そして最後も一緒に戦うってことですね。はい、もう最後スタートからゴールまでもう点々と応援していきたいと思っていますので、頑張ってほしいですね。いや、じゃあ橋本さん、車椅子マラソン当日は一緒に応援しましょう。はい、ぜひ頑張りましょう。じゃあ我々パリから全力で応援するんで、三好さん、溝江さんもお願いします。はい、橋本さんありがとうございます。ありがとうございました。橋本さんありがとうございました。いやー、もうこれだけやはり一緒に戦ってきてるエンジニアチームの人たちからのああいった言葉聞けるのってトヨタイムズならではだし、そうですね。なんか橋本さんの自信聞けたらいけるんじゃないかと思いますよね。やっぱり道具の強さだったりもやっぱ競技の結果に影響してくるっていうのはパラスポーツならではだなっていうところもすごい感じますね。で今回のこの森田さんのマラソンコースの自転車レポートあるんですよね。ロングバージョンが YouTube に公開されているって聞いたんですけれども、その動画の長さが42分19秒5っていう風になってるのを見まして、ちょっとそこに笑っちゃったんですけどOK してましたけど今どういうことですか森田さん。あれはね、編集する人が頑張ってくれました1キロ1分です。いやでもおしゃれ、42分19秒5、すごい。でも動画の速さ、時間がない方は倍速でも見てください。そう、なんか速さ2倍にするとなんかいいって、ちょうどレーサーの時速32キロと同じぐらいになるって聞きましたよ。そう、スピード感的にはそうですね。私が自転車でだいたい16キロぐらいで走ってたんで、多分そんな計算になると思いますじゃあちょっと楽しみに私も見たいと思います。で森田さん、昨日半谷さんの柔道行かれたんですよね。来ましたよ。いや半谷さんね、はい、日本でも取材をさせてもらって、水戸に取材に行って子どもたちと一緒に練習してる姿とかも見てきましたし、スタジオにも何度も来てくれていろいろ言葉で表現してくれてたじゃないですか。でこのパリの本番は待つことができるかどうか、ずっとねその瞬間が来るのを、力と力の通り道が開通する瞬間を待ち、一瞬一つだけあったチャンスをね、しっかり準決勝でものにしてメダルを手にしたんですよね。最後ね、背負い落としで押し込んでいくところ、その必死の表情を見たらですね、涙なしには見られなかったですよ。いや本当に最高でした。感動しました。もう結構今回もう一個ね裏話があります。はいはいはい。
磯崎コーチというコーチと二人三脚で半谷さんはずっと練習してきたんですけど、その準決勝でメダルを取るために戦った相手がパラリンピックに向けたランキングで1位の一番強い選手だったんですね。でその選手を相手にする前に巴投げの練習しとこうかって磯崎コーチが言ったんですけど、半谷さんは巴投げなんてやってくる選手いないからいい、いやそんな可能性もあるからやっとこう、そんな会話コミュニケーションがあって巴投げ対策やってたらしいんですね。そしたらそのトルコの選手が1回戦で巴投げで一本勝ちしてその半谷戦に上がってきたわけですよ。いやーこれね、磯崎コーチの見る目、実際何度も巴投げを相手の選手がトライしてくるところを何度もこうかわして抑えて、でワンチャンスをものにして取ったメダル、銀メダルなんですよ。ぜひですね、半谷さんがまだね終わった後会って話聞けてないんで、どんな言葉でこの喜びを表現してくれるのかなというのをすごく楽しみにしてます。いや本当にまた今回やっと4大会目にしてメダルを取ることができて、ね、終わった後もすごいなんかやりきったような表情をされていたので、メダルを見せてくれることをすごく楽しみにしたいと思いますね。はい、本当に、そうですね、おめでとうございます。本当に。で森田さん、このマラソンの他だったり柔道の他にもこの後注目の競技ありますよね。あるに決まってるじゃないですか。私今日なんでここにいると思いますか？そうですよね。そうですね。今日ね、はい、ローランギャロスで超ビッグイベントが私の後ろのフィリップ・シャトリエであるわけですよ。男子ダブルス決勝でございます。我らが GTTA 三木拓也選手が決勝の舞台に駒を進めています。三木選手も半谷選手同様4大会目のパラリンピックにして初めてのメダルを確定させています。銀メダル以上が決まってるんですけど、最後はメダルの色をかけた戦いになります。いやもう本当に楽しみ、もう絶対いけるんじゃないかなって思ってますよ。本当にもう日車本のみんなもね、椅子ダブルス、日本も盛り上がってますよね、車椅子テニス。はい、もう盛り上がってます。準決勝の試合を私見させてもらいましたけれども、ペアの選手とのコンビネーションもそうだし、ラリーが結構長く続くんですよね。もう見てるときは会場がシーンとしてる中に打つ音だけが響き渡って、みんなが息を飲んで決まった瞬間にわって盛り上がる、これの繰り返しなんですけど、なんかこう自分たちも一緒に戦ってるような、そんな気持ちになりながら応援してます。はい、お願いします。車椅子テニス男子ダブルス決勝、日本時間午後8時半から、女子シングルスの決勝があって、その試合に続いて男子ダブルス決勝あるので、私たちも日本から応援したいと思います。ちょっと私もしっかり声出していい時間だけ声出して三木選手の金メダル後押ししたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。で今回森田さん中継で登場するの今日が最後です。あさってが閉会式で、週明けには帰国になってしまうので、ちょっとここまでの森田まとめをお願いしてもよろしいでしょうか。まとめか、そうですね、たくさんありすぎてまとまりきってないというのが正直なところですけれども、一番印象的なのは観衆の皆さんの熱狂なんですよね。でやっぱものすごい熱狂、大盛り上がりしていて、なんでこんなに盛り上がれるんだろう、熱狂できるんだろうっていうのをずっと考えてたんですけど、その熱狂してる姿っていうのはどこか友達とか家族を応援してるような、そんな姿にだんだん見えてきました。で確かに自分たちも友達とか家族出てきたらすごく一生懸命応援するし盛り上がるし、でそんな風にスポーツを見ると、楽しくて仕方がなくなってくる。だからこれ豊田会長が言ってたことですけれども、子どもの運動会を見るお父さんの気持ちで応援する。でそこにはもう勝ちたくて仕方がない真剣勝負のアスリートたちがいて、そうするとですね、もう勝って嬉しくても負けて悔しくても応援した後はもう充実感しかないなというような感覚を覚えてます。だからやっぱりパラリンピック来てスポーツって最高だなっていう、そんな感想を
持ってます。はい、現地で GTTA の仲間たちの応援ができるの本当に羨ましいです。私たちの分まで応援よろしくお願いします。あと3日。いやもうね、声が枯れるまで最後まで全力で応援しますお願いします、お願いします。あと3日悔いのないように取材お願いします。お願いします。はい、スタジオよろしくお願いします。はい、頑張ります。頑張ります。いやもうね、もうすごい充実してて楽しそうで羨ましかったですよね。本当羨ましい。現地でね、仲間たちの活躍が見れて本当羨ましいなといや思います。もうね、森田さんの表情からもね見て受け入れられますけど、ね、私たちちょっとさっきから森田さんのことごめんなさい、いじりまくっコメントでもねマウント取ってるとか言われちゃってそういじりまくってるんですけど、ちょっと本当にたくさん取材しています。車椅子ラグビーだったり車椅子バスケットボールでパラバドミントンで、パラ陸上はこちら右上ですね、フルール・ヨング選手の走り幅跳びだったり、パラ水泳はジェシカ・ロング選手の 100m 背泳ぎで、取材途中でばったり選手に会ったりとか、競技から離れてパラスポーツの用具開発のレポートもしてくれています。で2分くらいの動画が中心でですね、一つだけ42分19秒5の長いのがありますが、それは倍速でお願いします。でこの森田京之介のパリ2024パラリンピック現地レポート、概要欄からリンクしています。ぜひご覧ください。パリの地でだんだん日焼けしていく森田さんの様子もお見逃しなく。はい、もうね今日も結構飛躍されてますよね。もうこんがりいい色でしたね。なんか充実感が見えてきました。でそれでは、パリ2024パラリンピック特集テーマその3です。ここまでの結果と、残りわずかになった予定で、今日は溝江さんと一緒にお届けします。溝江さん、ちょっとパネルをお願いします。はい、こちらです。GTTA グローバルチームトヨタアスリートパリ2024パラリンピックに出場しているのは77人です。映りきらないぐらいいっぱいいます。はい、たっぷりこれだけいる77人の結果と予定で、中にはね GTTA 同士の対決もあったりしましたので、それをねちょっとみんなで一気にお伝えしたいと思います。はい、じゃあ一気にお伝えしていきましょ行きましょうか。う。はい、それでは BGM パススタートまずは車椅子フェンシング、2人の GTTA が出場しています。中国のゾウ選手は女子フルーレ個人障害が軽い方のカテゴリー A で見事金メダル。イタリアのマリア・ビオ選手は女子フルーレ個人障害が重い方のカテゴリー B で銅メダルを獲得しました。フルーレは胴体への攻撃が有効となる種目です。そして昨晩、中国とイタリアは女子フルーレ団体の準決勝で激突。軍配は中国に上がりました。イタリアは銅メダル、中国は金メダルを獲得しています。車椅子フェンシングは明日行われる最終種目、上半身を突きのみで攻撃する女子エペ団体に中国のゾウ選手が出場します。パラバドミントン、日本の3大 GTTA からお伝えしましょう。東京のミックスダブルス銅メダリスト藤原大輔選手は男子シングルスの SL3 立位下肢障害のクラスで4位、惜しくもメダルなりませんでした。 SU5 立位上肢障害を持つ今井太陽選手は男子シングルス5位、混合ダブルスは7位。車椅子のクラス WH2 梶原大輝選手が男子ダブルスで銅メダル、そして東京で金を獲得したシングルスは決勝を含め4試合1ゲームも落とさず優勝、2大会連続の金メダルを獲得しました。女子の GTTA はペルーのカンシノ選手、世界ランキング1位で迎えた大会でしたが、グループステージ1勝2敗で決勝トーナメントに進めず、悔しい7位に終わっています。続いてパラ水泳、メキシコのアンヘル・カマチョ選手が 100m 自由形と
150m 個人メドレーで銅メダル獲得。個人メドレーは重度の障害を持つクラスはバタフライを除いて50メートルずつ3種目で競うので150メートルになります。開会式では2人とも母国の旗手を務め、期待を背負って登場したフィリピンのガビラン選手とシンガポールのウェイソン選手でしたが、上位進出はなりませんでした。混合 4×50 メートル自由形リレー、メキシコのディアス選手とギリシャのスタパターキス選手は予選で別の組になったため、直接の GTTA 対決は実現せず、ご覧の順位。しかしスタパターキス選手は男子 100m 平泳ぎ SB4 で銀メダルを獲得しています。そしてやりました。6回目のパラリンピックで通算30個目のメダルを目指していたアメリカのジェシカ・ロング選手、背泳ぎ6位、個人メドレー4位で、さすがに今回は難しいかと思った後の3つ目の種目、女子 400m 自由形 S8 クラスで見事に金メダル。通算30個目のメダルをゴールドで決めました。笑顔が最高です。ドイツのシュワルツ選手、アイルランドのターナー選手はご覧の結果、上位進出はなりませんでした。そしてパラ水泳、競技はまだまだ続きます。今日はカマチョ選手が3つ目のメダルを目指して、明日はロング選手が31個目のメダルを取りに、シンガポールのウェイソン選手は東京で4位だった50メートルバタフライに出場。そして男子50メートル背泳ぎ S4 クラスでカマチョ対トプキンの GTTA 対決です。パラ水泳、最後まで目が離せません。日本の金メダル獲得で注目度がぜん上昇中の車いすラグビー GTTA 対決となった一戦、バット選手のオーストラリア対キャプテンのイベルナ選手率いるフランスは接戦をオーストラリアがものにしました。バット選手はチーム最多の26トライ、イベルナ選手もチーム最多の32トライ、2人ともチームでただ1人の32分フル出場。まさにこの2人の戦いでした。その後、オーストラリアは準決勝で日本にオーバータイムの末敗れ、悲願の金メダルはなりませんでしたが、銅メダルを獲得しています。フランスはプレーオフに回って5位でした。車いすバスケットボール参りましょう。ドイツのベルゲンタル選手とカナダのウェレット選手の GTTA 対決が準々決勝で実現。カナダが勝ちました。男子ではセリオ選手がキャプテンを務めるアメリカが準決勝でカナダに勝利。大詰めの車いすバスケットボール、今日はウェレット選手のカナダが女子準決勝でオランダと対戦。明日はベルゲンタル選手のドイツが女子5位6位決定戦をイギリスと、そして男子の決勝戦、セリオ選手のアメリカがイギリスと戦います。アメリカ男子はリオと東京に続く3連覇なるでしょうか。選手には障害の重い方から1から10のクラス分けがされているパラ卓球。ペア2人のクラス分け、数字の合計が14以下で争われる女子ダブルスの WD14 でノルウェーのダーレン選手が銅メダルを獲得。男子シングルス MS6 ではデンマークのローゼンマイヤー選手がリオの金、東京の銀に続く銅メダルを獲得しています。そしてダーレン選手は今日女子シングルス WS8 の準決勝を戦います。パラサイクリングロードは東京大会の再現、マスターズ対エスカウの GTTA 対決がありました。個人タイムトライアル、個人ロードレースともにマスターズ選手が勝利。東京大会に続く連続2冠を達成しました。北京、ロンドン、リオ金メダリストのエスカウ選手、東京に続いてメダル獲得なりませんでした。そして超人パワー見せつけてくれました。東京で車椅子のクラス3冠を達成したオランダのイエツェ・プラット選手はタイムトライアル、ロードレースともに金メダル獲得。でもそれだけでは足らない超人プラット、後ほどまた登場します。パラサイクリングロード、今日は障害が比較的軽い
C4 から5クラス決勝にカナダのキーリー選手が登場します。そしてこちらパラトライアスロンには5人のトヨタアスリートが登場しました。まず開会式でフランスの旗手を務め、聖火リレーでは最後の点灯役も担当した英雄アン・カンコン選手が東京に続く金メダル、ストックウェル選手は東京に続いて5位、東京でのパラ水泳からパラトライアスロンに転向した難民選手団のフセイン選手、頑張りました。6位入賞。東京の銅メダリストエバ・モラル選手はわずか 0.08 秒差で4位、連続メダルなりませんでした。そしてここにいました、超人イエツェ・プラット。パラトライアスロンでも金、見事東京からの連続3冠を獲得しました。そして実はプラット選手なんですが、まだ物足りないらしいんです。後でもう1回名前が出てきます。パラ陸上競技車椅子 T54 クウェートのアルラゼヒ選手は4種目に出場して5000メートルで銅メダル獲得。そのアルラゼヒ選手と日本の鈴木朋樹選手が1500メートルで GTTA 対決。鈴木選手に軍配が上がりました。鈴木選手はメダルまで0秒45、メダル争い接戦でした。カストロレイエス選手、ブリュム選手、アーシャド選手はメダルこそなりませんでしたが入賞です。さあ、そしてタイのパイオ選手大活躍です。金、銀、銀の大活躍。でもリオでは金に銀に、東京では金3つを獲得しているので少し満足度低いかもしれません。でもすごい。そして上から4段目、今回最後のパラリンピックと語っていたフライングフィンことレオペッカ・タハティ選手、金メダル奪還ならず3位銅メダル。昨日 X にキャリア最後のパラリンピックは銅メダルで終わりました。一番の気持ちは感謝の気持ちですとポストしています。お疲れ様でした。ワクワクするレースありがとうございました。100m 視覚障害の T11 クラスではギリシャのガベラス選手が金メダルを獲得しています。さあ、そしてこのページ見てください。なんと2種目にわたって三つどもえの GTTA 対決。男子走り幅跳び義足のクラスの T63 はヨルゲンセン選手が銀。100m T63 ではフレック選手とヨルゲンセン選手がワンツーフィニッシュでした。そしてこの写真に写っている一人、フレック選手はさらにもう一つ、走り高跳びにも出場してなんと2つ目の金メダルを獲得しました。その下、もう一つの GTTA 対決は因縁の対決。東京では同じタイムで2人の銅メダリストとなったドイツのフローレス選手とイギリスのピーコック選手。3年越しの決着はフローレス選手に軍配が上がりました。しかし残念ながらメダルには届きませんでした。さあ、そして男子やり投げ上肢障害の F46 に出場した高橋俊也選手。初めてのパラリンピックは6位。おめでとうではない悔しい6位と語っていました。そして走り幅跳び義足のクラス T64 での GTTA 対決はアメリカのウォレス選手が銅メダルを獲得しました。陸上女子の結果参りましょう。神戸の世界パラ陸上で2冠を獲得してパリの目標を、金メダルあと2つなんてどうかしらと語っていた両足義足のアスリート、オランダのフルール・ヨング選手。走り幅跳びは金、そして2つ目の種目 100m の予選は全体のトップタイム。パラリンピックレコードで決勝進出を決めています。同じレースでスイスのラーマニ選手も出場して GTTA 対決。2人とも予選を突破して決勝でも GTTA 対決です。神戸の世界パラ陸上で金、銀、銅メダルをコンプリートしていたドイツのマール・メニエ選手。神戸には有力選手が出てきていないからと語っていたのですが、本人の分析通り厳しい結果になりました。ラトビアのクルミニャ選手は2種目に出場。リオで金メダル、東京で銅メダルだったやり投げで金メダルを取り戻しました。
ハンガリーのルカ・エクラー選手も2種目に出場。東京で金メダルを獲得した走り幅跳びで2大会連続の金メダル獲得です。女子200メートル義足のクラス T64 でも GTTA 対決。ドイツのベン・スザン選手がカナダのパパコンスタンティノー選手をかわし3位銅メダル獲得。パリの後は NBA 経営学修士を取りたいと言っていた南アフリカのクッツェ選手は女子1500メートル視覚障害の T11 で銅メダルを獲得しました。パラ陸上競技残る3日間の予定です。今日は女子100メートル T64 義足のクラスに4人の GTTA が出場。4人とも見事に予選を勝ち抜いての決勝進出です。そしてクライマックスは最終日のマラソン。女子車椅子マラソン T54 にはドイツのマール・メニエ選手、男子車椅子マラソン T54 に日本の鈴木朋樹選手が登場します。そしてここにすでに金メダルを3つ獲得している超人プラット選手が出場してきます。石畳のマラソンコースでどんなレースを見せてくれるのか楽しみです。パラ馬術個人規定障害が重いクラスのグレード1で東京の銀メダリストラトビアのシュニクシュ選手が金メダル獲得。そして視覚障害者柔道女子48キロ級全盲のクラス J1 で日本の半谷静香選手が4度目のパラリンピックでついにメダル獲得です。パラパワーリフティングではベトナムのレバンコン選手がリオ金、東京銀に続く銅メダル。そしてパラパワーリフティングは今日メキシコの大ベテランアマリア・ペレス選手が61キロ級に登場します。シドニー銀、アテネ銀、その後北京、ロンドン、リオ、東京と4大会連続金メダル、5大会連続の金メダルに挑みます。パラローイングでは東京の金メダリストノルウェーのスカルシュタイン選手が銀メダル。パラカヌーでは今日ハンガリーのキス選手が200メートル KL1 体幹と両下肢の動きに重度の障害があるクラスの予選に出場します。パラテコンドー健常のデンマーク代表を引退した後に障害を負い、その後パラテコンドーで現役復活。東京で金メダルを獲得したゲシン選手、パリでは銅メダルでした。いい笑顔。最後に車椅子テニス、日本の三木選手、シングルスは3回戦で敗れてしまったもののダブルスでは GTTA 対決でスペインのデラプエンテ選手を制して決勝進出。この後日本時間午後8時半から女子シングルス決勝、続いて男子ダブルスの決勝が行われます。そしてこの決勝戦、急遽応援イベントの開催が決まりました。豊田市役所南庁舎2階ロビーで行われます。会場は午後8時半、女子シングルス決勝と表彰式が終わり次第試合開始です。一緒に応援するの楽しいと思います。駆けつけてください。みきさん頑張って。たくさんありましたね。本当にたくさんありますね。溝井さん、なんか気になった競技とかありました？そうですね、パラテコンドーのゲシン選手、健常のデンマーク代表を引退した後に、障害を負ってから、また挑戦して競技を一生懸命やる、そしてこの世界の舞台に立つっていうのは本当に不屈の精神だなっていうのが本当に心に響きました。なんかもう一回頑張るっていうの、やっぱね、やってた身からするとなかなか難しいと思いますよね。そうですよね。今までとちょっと違う状況でまた挑戦するっていうのは本当に精神的に強いなって思いました。でね、ペレス選手とか6大会連続で出てて、今回パリで7大会目で、ちょっと年齢見たら51歳です28年間トップで居続けるってどういうことだっ
本当にもう同じ女性として本当尊敬ですよいね。やすごい本当こんなにに。長いことトップにいるのってやっぱ難しいですもんね。いやもう本当にこれだけねたくさん GTTA 行って応援できるの嬉しいですよね。そうですね、もう本当世界中で活躍してくれてて本当嬉しいです。いやとにかくちょっと言い切れてよかったですね。はい、もう本当に皆さんすごいけど私たちも噛まないで言えたの本当にすごいなって自分で褒めたいと思ってます。ちょっとコメントでアスリートキャスターの竹内さんと寺尾さんもなんかすごいって言ってくれてたんで、ちょっと今度チャレンジしてみてください。お願いします。はい、はい名前がかなり難しいですからね。難しかったです。はい、難しいんでちょっとぜひ自分たちよりうまくね言ってもらってお願いします。はい、お願いします。まあ、パリ2024パラリンピックも残すところあと3日です。皆さん応援一緒に頑張りましょう。以上今日のパリ特集でした。ここからはトヨタアスリートのその他の競技結果と予定をお伝えしていきます。まずはサッカー名古屋グランパス。今週から始まったルヴァンカッププライムラウンド準々決勝は J1 首位の広島と対戦。ホームでの第1戦は後半に一瞬の隙を突かれ0対1で敗れました。第2戦は日曜日アウェーでの戦いとなります。3年ぶりのタイトル獲得に向けて負けられない一戦です。続いて女子バスケアンテロープス。韓国女子バスケットリーグが主催する大会にアンテロープスが出場。見事予選を勝ち抜き、明日から行われる決勝トーナメント進出を決めました。続いて男子バスケアルバルク。B リーグ開幕前のプレシーズンゲームが今週末ご覧の通り開催されます。続いて女子ソフトレッドテリアーズ JD リーグ後半戦が始まります。下山選手の地元四万十市で明日土曜日は NEC、 明後日は東地区1位の日立と対戦します。2連覇を目指し夏の間必死に練習し、さらにレベルアップしたレッドテリアーズの活躍を楽しみにしています。この試合の模様はスポーツナビで生中継を予定しています。続いてラグビーパシフィックネーションズカップ2024に出場する日本代表にベルブリッツから三浦選手、マプスア選手、マクカラン選手が選ばれています。初戦はアメリカ戦 J スポーツと BS 日テレで放送があります。ゴルフレクサス所属松山英樹選手。年間王者を決めるプレーオフ最終戦、スコアを4つ伸ばし最後まで奮闘しましたが順位を上げることはできず9位。年間王者には手が届きませんでしたがオリンピックからノンストップでお疲れ様でした。そしてここからはモータースポーツ。ベックは惜しかった。予選9位からスタートした7号車は僅差の2位でゴール。テキサスで初勝利なりませんでした。8号車は接触のアクシデントなどがあり15位でした。小林カムイ7号車ドライバー兼ベックチーム代表のメッセージです。ウェックアメリカ戦皆さん応援ありがとうございました。残念ながら悔しい2位で、トップを快走してたんですけども、自分自身のイエロー区間で減速不足ということでドライブスルーを受けてしまい、2番手、10秒ぐらいあったギャップを最後30分で1秒2秒まで追い上げたんですけどもちょっと足りず非常に悔しいレースとなってしまいました。チームは本当にいい仕事をしてくれてレースに向けてもいい車を作ってくれていいレースをできてたと思います。ただ、2位というのはちょっと悔しいという部分と取れたポイントを取れなかったのは非常にチームに申し訳ないなというふうに思います。次はホームレースウェック富士です。ウェック富士はこの TGR 非常に毎年いい成績を残させていただいているのでしっかりここで優勝してポイントリードをもっとできるように
今ドライバーは2位になってしまってるんですけども、でもギャップはすごく近くなり続いているので、ここで勝てるようにしっかり全力で戦いたいなと思います。皆さん引き続き2週間後のウェック応援よろしくお願いします。ありがとうございました。このレースの結果、ドライバーズポイントでは小林可夢偉選手とニック・デ・フリース選手が2位になり、マニュファクチャラーズランキングではトップに立ちました。残り2戦、次は来週末のホームレース富士6時間。この週末、東京タワーではトヨタガズーレーシングとプジョーが一緒にイベントを行います。ウェックに出ているレーシングカーも展示されますし、日曜日の午後にはトヨタのドライバーたちも会場に登場予定です。お時間のある方、ぜひ東京タワーへどうぞ。カムイさん、アメリカの前はパリにも来てオリンピック現地レポートにもお付き合いいただきました。世界を飛び回ってお忙しい中、ありがとうございました。ウェック富士頑張ってください。続いて WRC、 今週はギリシャで第10戦です。タイトル獲得のために負けられないトヨタはオジエ、エバンス、勝田の3台が出場します。この大会は今日金曜日に Day1、あさって日曜日が最終日の Day3 という3日間の大会です。スーパー耐久モテギで第4戦。この大会、ルーキーレーシングの3台は出場しませんが、 ST9 クラスには92号車 GR スープラが出場。ドライバーはプロドライバーの山下健太選手、河野俊介選手、そして社員ドライバーの加藤慶三選手に加えて、今回は関口雄飛監督自らハンドルを握ります。2ヶ月ぶりの開催となる全日本ラリーは、シーズン全部で8戦あるうちの第7戦、ラリー北海道です。去年はワールドラリーチームのラトバラ代表がドライバーとして出場。森蔵さんとユハ・カンクネンさんがデモランで走って大いに盛り上がりました。今年もカンクネンさんが来て、1993年のオーストラリアラリーで優勝した時のセリカ GT4 でデモランを見せてくれます。セリカファンの皆さん、貴重です。そして先日発表されたトヨタガズーレーシングによる海外との交流プログラムの一環で、オーストラリアのドライバーハリー・ベイツ選手が GR ヤリスラリー2で参戦。さらに今回森蔵チャレンジカップは開催されませんが、いつもは森チャレに参加している大竹選手が GR ヤリス GR4 ラリーで JN1 クラスに出場。勝田紀彦選手たちが乗るラリー2に挑みます。そしてその森蔵カップのドライバーたちによる初めてのグラベル走行の合宿トレーニングにトヨタイムズが密着しました。その映像が YouTube で公開されています。若いドライバーたちの挑戦と成長、ぜひご覧ください。概要欄からリンクしています。今日もたくさんのコメントありがとうございます。溝江さん、お願いしてもいいですか？はい、じゃあたくさん来てたのですが、そのうちの2つを私から紹介します。レイウチさん、パラもう終わっちゃう、もっと見たかった、もっと知りたかったっていうことなんですけど、そうですよね。いやもう終わっちゃいます。寂しいですね、はい、これだけ楽しかったのに。そう、やっぱ見れば見るほどなんか深く知れていくのがちょっと面白いなと思いました。ただまだ3日あるんで、ぜひ皆さん最後まで楽しんでください。じゃあもう1個いきます。おパンチうさぎさん、頑張っている姿が見られるだけで元気もらえるっていうことなんですけど、もうこれも本当にすごい共感ですね。いや本当にね、もうみんながこう頑張ってやりきってる姿見ると、自分たちも頑張らないとって思いますよね。もう本当にさっきもちょっと言いましたけど、やっぱ不屈の精神がすごいなっていうのが、もう私たちも頑張りたいなと思いますね。本当にちょっと本当に残りも皆さん頑張ってください。私からもいいですか？はい、お願いします。冒頭、番組の冒頭にちょっと募集をした2人のペア名、はい、ちょっと何個か来ましたよ。ちょっと何、私まだ知らない。海さん、ナホサヤコンビ、ポレポレさん、サンライズナスカ、AK さん、ミオマルペア、マブオモペア。マブオモどうですか？いいのありました？三好さん的にはどれがちょっと私来ました？ミオマル？ミオ
あれ水江どっか行っちゃったちょっとナシム君マルキさんだからね。だからちょっと三好とマルキで本当のマルキ、本当はマルキ。あれ水江なのにとかはい、ちょっとはいちょっとこの中からちょっと選んで、はい、ハッシュタグつけちゃおうかなと思います。じゃあハッシュタグを楽しみにしていてください。もう一つザワティニークさん、三好さん水江さん入ってトヨタイムズスポーツの幅が広がったとコメント。嬉しい。森田さんもきっと今ドキドキしてますよ。なんかさっきコメント欄で寺尾さんと森田さんが結構こうやり取りされてて、寺尾さんがこうまだパリ間に合いますね、森田さん待っててくださいと。で森田さん、寺尾さん待ってます、今日は女性2人だから今度は男2人でやりましょうと。はい、じゃあ今日ねちょっと女性2人でどうですか、フレッシュに爽やかにいい感じでスタジオ行けてませんでした森田さん。今度は寺尾さんと楽しみにしております。はい、そうですね。女子ペアに対抗して楽しみにしてます。はい、コメント書き込みありがとうございます。ぜひチャンネル登録グッドボタンお願いします。あさってでパリ2024も終了ですが、トヨタイムズスポーツ来週は、パリで戦ってきた日本人 GTT へ登場です。オリンピック選手、パラリンピック選手、そしてメダリストも登場、大会の裏話教えてくれます。森田さんも帰ってくる予定です。番組開始はいつものお昼に戻って金曜昼11時50分からになります。お間違いのないようにお願いします。来週まで結果が待てないという時はアプリで結果情報をお届けしています。ダウンロードするとパラリンピックがもっと楽しくなると思います。はい、ぜひダウンロードよろしくお願いします。お願いします。午後7時からお送りしてきたトヨタイムズスポーツ、長時間のお付き合いありがとうございました。ここまでのお相手は三好奈穂と水江さやかでした。それでは来週は金曜のお昼にワントヨタ。悔しくて泣き叫んだ日、誰にも甘えられない日々、孤独にファンを抱いて幕が上がり、さあ始まるこのストーリー、刻みたいなもうヒストリー、狙うのはてっぺんのヒーローヒロイン。 We all teammates, we gonna make it shine. Oh, 飛び込むんだスポットライト。さあ行こう、さあ行こう、戦いにいざ行くぞって、一人じゃない一人じゃないから、ハレルヤあっぱれ、言葉はいらない、あとは生き抜け。 Ready go, ready for Tokyo summer. There are some days when I cried and cried all night. There are some days that I couldn't show myself. With loneliness in my heart. We all teammates, we gonna make it shine. Oh, dive into the spotlight. Here we go. Our last show. Ready for the battle, 100%. Cause you're not alone, not alone at all. Hallelujah. Go for it, we don't need one anymore. All we need is right and soul. Ready go, ready for Tokyo summer.
サム